わりのないディフェンスでもいいよ。君が僕を詰め続けてくれるなら Stand up to the victory いくつもの朝を迎えいつかきっと掴んでみせる Stand up to the victory その向こう側に何もなくても構わないからかけがえのない君の優しい笑顔抱いてスペースダストからシャトルを守るために初めて宇宙空間に出て行ったウッソは漂流中の敵パイロットと出会ってしまった。人は理解し合えるという確信も危険な敵かもしれないという恐れの中で揺れ動くのだった。リーンホース浮上。ベスパの軍艦が来るんですか？見つかったの？こちらに向かってきている。でもなんでザンスカール帝国の軍艦が太陽電池のハイランドにいたのかしら。こっちこっち。ここに隠れよう。こんなことやるなんてシャクティさすがお姉さんね。間に合いましたね、タイ。利用を徹してこのガルグイを完成させた甲斐があったようだな。もっともガリクソンで来たかったところだがな。魚雷撃てるか？俺たちがギガミリティアと組んで宇宙に出るのは軍隊が有給休暇をくれているところだと思っていた罪滅ぼしなんだ。ゴメス隊員。おう、バグレ隊の生き残りか。ユカマイラスであります。リンホースに同乗させてくださりありがとうございます。地方部隊のオンボロ艦だぞ。ベスパに復讐できれば嬉しくあります。結構だ。ギガミリティアはガンイージー、ビクトリーとモビルスーツを補給してくれた。パイロットは山ほど必要なんだ。天才パイロットがビクトリーを使っているとか。残念ながらあのチビは両親探しで宇宙へ上がったよ。チビ？待ちなさい、ウッソ。だって敵のモビルスーツが来るんでしょ？ウッソの動きでは無理よ。ここが宇宙だってこと忘れてない？来たぞ。校舎のシャトルだが、あのモビルスーツ。このモビルスーツフル装備です。こちらはベスパのパトロール艇シノーペ321だ。臨検する。4日目の日曜日は半減上陸。そこにする。いいけど開く？でもさ、この軍艦オンボロだよ。吐いたわ。俺たちの部屋どこなんだ？ゲストルームって言えばこの辺りよね。ビップルームってな、堅苦しくて嫌だね。カビ臭いしね、クッフ。行っちゃった。艦隊が出てきました。魚雷が失敗してもモビルスーツ船があります。分かってる。連打一斉射だ。地球に落下したのにまた宇宙に戻れるなんて。あ、ミサイルじゃない、魚雷だ。
一発は当たったが閃光艦か。レンダ、はい、距離を詰めて魚雷を発射して特攻をかけるか。望むところです。リガミリティアに手を貸す者は全てここで。モビルスーツ動けるやつを出せ。奇獣像対戦攻撃。はい、ジュンコさん、私のモビルスーツは動くのを使えばいいんだよ。揺れるねシャクティ。そうね、音も大きいし。バイク乗り魂を見せてやる。空へは行かせません。水中じゃビームがまるで効かない。レンナ、レンナ、大尉、主力艦には接近できずに。栄光艦2隻をやったのだ。浮上はできんだろう。怪我はないか。タグボート役の2番艦から信号が出ている。ゴメス隊に艦長の武運を祈ると言っているぞ。ここに来るのを嫌がっていたくせに。大尉、タグボート役の1番艦が離脱する。山場は越えた。タグボートは一隻でももう水面からは離れられる。そうさ、これだって一時代を築いた宇宙戦艦だ。年寄りのことは年寄りが一番わかるということだな。よーし、総員対空配置だ。飛ぶぞ。むざむざ敵戦力を。大尉、大丈夫でありますか。すまんが下から押し上げてくれ。大尉、浸水は。大丈夫だ、行け。はい。スージー、この船もう空を飛んでいるわ。だからこれ着ないと。総員宇宙配置、艦内機密チェックだ。モビルスーツの数も揃えられず。この軍艦一隻でベスパの地球攻撃を阻止するのか。それが我々の仕事だろう。カルル、大丈夫？あの中に生存者はいないのか。いないようだ。バグレ隊長時間頑張ったようだが、静止衛星軌道上のカイラス・ギリーの艦隊にやられたんだ。彼女の装備だってリガミリティアに押し付けられたもので、我々もやむを得ず出てきたんだ。ペイロードデッキにあるガンダムもどきについてはどうなんだ。知るわけない。この辺りでリガミリティアの軍艦が来て回収するんじゃないのか。預けられたモビルスーツを勝手に動かしたというのか。ゴミに出会ってどうしようもなくなって利用できるものを探したら積み荷にあれがあって。ゴミを片付けるために使った？おかしいか。お前が動かしたか。はい。あのモビルスーツはいただいていく。どこへ持っていくのです？秘密だ。戦闘らしいのが行われた空域に向かうんですか？あの戦闘を目撃したのか。シャトルごと連行する。それは国際法違反だ。後者のシャトルが兵器を運搬することも国際法違反だ。捕まったか。ロープから手を離すなよ。言ってやれ。はっ。これはあのガンダムのコピーだ。レジスタンスどもはガンダム伝説まで利用しようというのか。
どうした？キャビンに入れ。すいません、宇宙に慣れないもので。こんな時期にお前のような子がなんで上がってきたんだ？僕は両親を探すために。会えるといいな。はい。みんなをシートに固定させろ。捕虜になったらどうなるんだろう。母さん。おい、こっちへ来るんだ。はい。ボールだ。地球人かい？そうだけど、何君たち。君たちザンスカール帝国の人なの？まさか。あなた子供を喋るんじゃない。子供同士だから話をするんじゃない。子供でなければぶん殴っているところだ。そっちの女は手のロープをほどくんじゃないぞ。後ろ手に縛っておいてできるわけないでしょ。アーネスト、シャトルの向きを変えさせたらワイヤーで連結する。大人をこっちと向こうに分けてあるから。了解です、艦長。地球はどこから来たの？ヨーロッパだよ。僕ウォーレン・トレイスです。お名前は？マルチナ・クランスキー。オデロ・ヘンリークだ。あれがウッソエビン少年ね。ウッソです。僕カレル・マサリク。鳥持ちとエアガンと。ブラスタちゃんはまだ6つなの？なんでそんな子がベスパの軍艦に乗っているの？僕たちの住んでいる太陽電池衛星をベスパが何かに使おうとして人質に取られたんだ。人質？お父さんたちに言うことを聞かせるために私たち連れてこられたんです。お家に帰りたいよ。嘘。オデロ。ちょっと嘘。何考えてるの？シャトルの水力も使えるんだな。2番機がそう言ってきてます。ハロの耳を使ってください。ハロ、耳を上げて。鳥持ちとワイヤーガンでやるの？使いようだろう。あとはタイミングだ。な、カレル君。殺虫剤も信号弾も使いようだけど、パイロット席の2人とモビルスーツのパイロット2人バラバラにやったらシャトルの方が人質になる。モビルスーツがドッキングした？嘘。はい。欲しいものはないか？おっかさんが欲しい。貴様いくつになった？お家に帰る。後でキャンディーをやるからな。ほら坊や、キャンディーだ。ダメな。お母さんとこいつ帰るの？すぐだよ。静かにしてね。はい。危ないぞ。わあ！ハロー待って。どうしたんだ？ハロー取って。エアガンのパワーが。なんだ？ミサキ、どうした？抵抗するのか？こいつら！泣かないの。シャトルへ行くんだよ。嘘。オデロ、カレル君も下がって。オデロ。ミサキ動けんのか？逃がすな。貴様らちょっと優しくしてやれば。許さん。ハロー。なんで殺虫剤など。ぶち殺してくれる。本気か？船の中だぞ。この船とシャトルをつないでいるワイヤーをビクトリーで切ってちょうだい。はい。ウォレンさん、エアガン使えますね。できます。シャトルを見つけました。わあ！どうしました？ボタンはもっと優しく使って。マルチナさん待って。エアガン使えるね。うん。オダラさん。あれ？どこ？待ってよ。それでモビルスーツをハッチを開かないようにするとか。了解。待て、艦長。やった。急いで。敵が別のハッチから出てくる。前にエアロックが。あの筒エアロックだったの？オデロ。すいません。ウッソ、聞こえている。牽制をしてちょうだい。待ってください。すぐ。
またウッソのような子を当てにしているわ。エアガン最大出力よ。バリアでワイヤーが切れるんだよ。なんでこうも調子が悪いんだ。ジニー船長出ます。敵もモビルスーツを出すようだぞ。マーベットさん、ライフル使います。どうぞ。オデルはもうシャトルの中に入ったわ。当たらない。ゾロワットに乗れんのか。外からはダメです。なんでは嫌だ。すみません先輩。取り持ちじゃ仕方なかろう。船長、ウッソ君という少年はすごいな。機体の旋回を助けてくれる。水力の使い方も腕の使い方もベストだ。でも逃げると言ってもどうやって。なんとでもするさ。動いた。こんなとこにも殺虫剤か。追いかけてこさせるものか。いない。民間人だろうが校舎だろうが。なんだこのパワー。連邦のモビルスーツなどと違うぞ。ここで直撃させたら爆発でシャトルもベスパの船もやられちゃうか。バグレ隊の連中よりはやるが。まだまだ。地球から上がってきたばかりのやつがゾロワットに勝てると思ってるのか。何？ビーム？違うビームだ。でも一機のはずなのに。上にも敵は正面なのに。ウッソが苦戦してんじゃないの。あの子が白いモビルスーツを使ってんの。ああ、ウッソっておかしいんだ。私と同い年ぐらいなのにニュータイプなのかもしれない。マーベット、どこへ行く。ペイロードキャビンへ行きます。ガンダムの予備の武器で援護します。手伝うよ。僕も。また戻れってのか。手伝う？シャトルが積んでる武器のことは分かんないもんな。もう一機のモビルスーツも出てくるかもしれないでしょ。その時には。いいじゃない。ウッソエビンって子大丈夫よ。ニュータイプじゃないよ。地球出身の普通の子だろ。敵はこっちなんだ。ゾロワットのストリングに惑わされているようならいただきだ。ビームで取り囲もうというの？動きを止めるつもりか。我々をバカにしたバチだぜ。やった。こんなことぐらいで。ハッチを開けてください。開けないとビームでこじ開けます。そうすればパイロットも焼け死ぬはずでしょ。開ける。撃たないでくれ。パイロットはハッチの前へ出て手を挙げてください。よし、変な動きをしたら振り落とす。足だけだ。あいつが分離したので騙されたのか。この野郎。動くなって言ったでしょ。なんで戦うことばかり考えてるんだ。助けてくれるのか。僕らがあなた方の攻撃を受けないために利用させてもらいます。僕ら。この声、子供の声。ハズ艦長、ヘンリーを確認しました。生きてガンダムもどきに掴まれています。ヘンリーは生きている。ゾロワットは。後者のシャトルが確保したようです。攻撃しますか。ヘンリーを取り戻して勝てるのか。
それは自信ありません。うるさいワイヤーだ。リガミリティアの意思であって後者とは関係ありません。それは分かっている。しかしこの代償が大きなものだということは承知だろうな。ギロチンのザンスカール帝国を潰すまではどんなことも覚悟の上です。主義者というのはいつの時代でもそう言うが、子供まで巻き添えにするのは許せんのだ。おっしゃることは分かりますが、ギロチンを使うことをやめさせるためには仕方ないでしょう。その話も分かる。ヘンリーを話してやってくれ。嘘。あの人がゾロアットに触ったらパイロットを話してやって。はい。ミサキ、帰るぞ。はっ。お気をつけて。すまないな坊や。艦長さんによろしく。僕らを丁寧に扱ってくれましてありがとうございました。嘘。空にいるの？空を突き刺す青い稲妻、大地を染めてく欲望の影、再び悪夢が世界を包む時、SOS を叫ぶ声が聞こえる。誇り高き希望を胸に立ち上がれ、平和の祈り込めて Winners forever、 いつの時代も人は自由をかけて Winners forever、 戦い続ける孤独なまでに一人。カサレリアから見えた月の近くにある頃に、そこのザンスカール帝国の女王が兵士を奮い立たせて戦争に駆り立てるのです。女王とは一体どんな人なのでしょう。次回「機動戦士ビクトリーガンダム帝国の女王」見てください。